テカリに関してはテカってます。あ、そうですか。私もさっきからね、ニヤニヤが止まんないんですよ。そうなのよね。しっかりしてくださいよ、皆さんも。このお店に春がやってきますよ。いらっしゃった。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。どうぞどうぞこちらへ。今日はありがとうございます。いや、ちょっとマスターちゃんとお話しして。あ、こちらでいいですか。今日はありがとうございます。ありがとうございますいいお店ですね。ちょっと今までのゲストと対応全然違うじゃないですか。せっかく設定に乗っかってくださってるんですから。よろしくお願いします。お邪魔してます。さあ、それではですね、今回真田さんをお招きしてのエンタメ語り特別編でお送りしてまいります。まずはこちらの VTR をご覧ください。ストイックすぎる54歳、真田広之。1966年に浪曲子守歌で子役として映画デビュー。その後、映画、ドラマ、舞台など幅広く活動。そして活躍の場を世界に向け、ラストサムライではトム・クルーズと共演。演技に対する姿勢はまさにストイック。ハリウッド作品に出演するため、生活の拠点をロサンゼルスに移すほど。さらにアクション映画にとどまらず、シリアスな難しい役柄にも幅広く挑戦。今やハリウッドで最も活躍しているアジア俳優にも選出される世界的な俳優となった真田さん。今宵そんな真田さんにどうしても聞きたかったことを清水ミチコが根掘り葉掘り聞きまくります。果たしてどんな質問が飛び出すのでしょうか。改めまして真田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ちょっと私緊張しすぎてもう一気に飲んじゃう。そんなことないんですよ。ちょっともうドキドキしちゃって。すいません。 MC。本当に様子がおかしいもんね。そうなんです。そわそわしちゃって。すいません。本当に生放送なんですよね。そうなんですよ。もうバラエティーはね、なかなか出ていただけなかったので、そうでしょう。はい。嬉しいですね。はい。現在ロスで生活されているということなんですけども、日本の前は結構帰ってこられるんですか？ここ数年はですね、ちょっと少なくなってしまって、年に2回とか、それぐらいのペースですね。そうなんですね。今回ファンの方ね、絶対喜んでらっしゃいますよ。ねえ、じゃあお久しぶりの帰国っていう感じですかね。えはい。今回だってこの番組のために、ために。はい、帰国してくださった。ねえ。いや、スペシャルですよ。えね人がいるならばということでお越しだったそうです。え。じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、真田さん、はい、ご用意したのはこちらのメニューでございます。はい。まず、はい。大好物でおもてなしというそうなことで。んですよ。もう高田純次さんの会にはなかったおもてなしのコーナーでございます。はい。はい。まずは VTR ご覧ください。はい。京都の本店は100年以上の歴史を持つやげん堀。京都地鶏の卵を5つ使って作るこのだし巻き卵は、だし巻き卵がメインの定食があるほど。1日60食以上出るそうです。夜はメニューに載せていないのですが、知る人ぞ知る隠れ絶品メニューとして知られています。はい。真田さんがだし巻き卵がお好きだということで、大好物なんですね。美味しそうですね。ねいかがですか、この見た目は。綺麗いや、大きい。今まで見たことのないこのなんかふっくら感ですね。はい。じゃあさすがにね、はいロスでもないでしょうから。どうぞどうぞ。よろしいんでしょうか。はいどうぞお召し上がりください。一人で食べちゃっていいんですか。もちろんですよ。じゃあいただきます。所作がいやー美しいですね。京都からいちいちすいません。京都からこの口に入るために来てくれた。そうなんでしました。失礼します。お願いします。いかがでしょうか。届けた。あ、そうか、ほどけましたよ。本当ですね。これはきますね。美味しいですか。うわ、美味しい。うわー、嬉しい。いや本当に。の和食って感じですか。和食は何度か食べてるんですけどあちらでも。も、
だし巻きは今回初めてで、ーはい、板さんありがとうございます。こそですね。お店の方も喜んでいらっしゃいますよきっとね。ありがとうございます。最高のおもてなしをしていただいて。ありがとうございます。どうぞ一口とずつ最後までね全部召し上がっていただいて。いいですか？はい、もちろんです。すごくないですか、まあ、高橋ちゃん。見ていられますけどね、絵が持ちますからね、最後まで食べていただきたい。はい。その前にでもね、はい。すごいそうですそうなんです。このお話を私からさせてください。実は真田さん、すごいドラマを引っ提げてご帰国されていらっしゃいます。それがこの超大作海外ドラマエクスタントなんですよね。はい。このエクスタント、一体どんな作品なのか VTR にまとめました。ご覧ください。あのスピルバーグが制作総指揮を務める超大作海外ドラマエクスタント。アメリカではすでにセカンドシーズンの制作も決定した話題作がついに日本初上陸です。 I find that unlikely. 宇宙での長期にわたる単独ミッションを終え帰還したばかりの優秀な宇宙飛行士モリーを演じるのはオスカー女優ハリー・ベリー。家族のもとで平穏な生活を取り戻そうとするさなか、彼女の体にある異変が。 John, you have an incoming call from Yas. なんとありえない妊娠が発覚。彼女が宇宙で体験した出来事が大きな波紋を広げていくのです。この作品で真田さんが演じるのは謎の大企業のトップに君臨する安本。秀樹康も Thanks for coming. 彼はモリーの夫のアンドロイド開発に資金援助を申し出る一方、国際宇宙探査局の局長とも関係が。This could be everything. Stay close. モリーの妊娠の秘密、そして安本の野望とは。多くの登場人物の思いが交錯する中、人類の未来をかけた物語が描かれます。真鍋さんと私ね、特別にはい1話には見させていただきま見させていただいたんですしけどた。もうすごい面白かったですよね。ねえ、またね、真田さん演じる安本そうがなんですよ。すごいミステリアスな役どころですよね。最初に登場されるあのお姿がね、どういう意味があるのかとかうん気になるところなんですけども、はい。ちょっと真田さんご自身からこの役についてお話伺ってよろしいでしょうか。このエクスタントという、タイトルはですね、実在するとか現存するとか、そして存在し続けると、一体何が実在するのかという謎に包まれたドラマなんですけど、その謎の仕掛け人とも言うべき、世界一の大富豪、巨大、産業のオーナーという、そういうつかみどころのない部分もあるんですが、日本人としての世界トップのオーナーという役どころです。なんかこうちょっとお食事されるシーン、こうね不思議な不思議なんですよ、食事シーンも。未来のお話ですからですかね。なんかすごい一応悪です。ちょっとずつ食べるんですよね、そう、なん手前に動か。きながら。そう。登場シーンでなんか謎の液体に包まれて出てくるんですけど、その後シャワーを浴びた後に、未来食というのをこう食べて栄養を補うというシーンがあるんですけど、なるほど。でもこの一番美味しいのは最後に出てくる団子みたいなの。あ、そうなんですか。美味しかったんですか。美味しかったんですけど、テストが終わって本番に行く前に最後食べずにただ考えてるくれという形で食べられなかったです。お預け状態。美味しい、美味しいやつを。でもやっぱり私たちが見ると本当にこう心から嬉しいっていう気持ちになりますよね。そうですよね。素晴らしいです。あと共演してるハリー・ベリーさんはどんな方なんですか。いや、もう非常にプロフェッショナルで、オスカー女優ですけどもね、全然確かにこう
オーラはあって貫禄もあるんですけども、非常に親しみやすいチャーミングな方で、とても刺激的な共演ができました。何か初日に素敵なプレゼントをいただいたっていうふうに伺ったんですが。そうなんですよ。僕の出番初日の時に控室のトレーラーというのがあって、そこにシャンパンと、クッキー、バスケットに入ったクッキーが送られてきて、そのクッキーがですね、ロケットだったり宇宙飛行士だったり土星だったりまさにドラマの。そこにようこそ大盛り役名で書いてあるんです。すごいそのセンスといいますかね。今回はプロデューサーとしても名を連ねてらっしゃるので、周りに対する気配りが非常に素晴らしくて、一番忙しいのに一番にこやかで、一番一生懸命という。撮影の時でもですね、普通に息を切らして部屋に入ってくるシーンなんかは毎回何十回もやるんですけど、セットの裏でランニングをして本当に息を切らして、当たり前のことを当たり前のようにやり続ける、それがオスカーにつながったんでしょうし、オスカーを取った後もそれを当たり前のように続けてらっしゃるその一生懸命さという非常に学ぶところがありましたね。先ほどご紹介の VTR でね、ストイックなっていう言葉を使わせていただきましたが、ストイックな真田さんがそう思われるんですからね。なるほどね。そう私たちなんか気になるのは、やっぱりドラマの撮影ってね、日本だとね、やっぱりなんとなくこう想像つきますけど、アメリカってどんな感じなんだろうっていうのは、基本は一緒ですね。本当ですか。言葉がね違うというのはありますけども、俳優としてやることは一緒ですし、で面白いのはスタッフの方の空気感といいますか、絶対この人照明部さんだなと思って当たるんですよ。で車両部さんとか撮影部さん、みんなその日本でもあるじゃないですか、現場でその各パートのあり方がね、それが向こうでも一緒なんですよ。その辺でなんかこうちょっとリラックスできたりして、この世界中に発信するという前提で作られているので、みんなその誇りと同時に緊張感を持って、なので心地よい緊張感の中、いっぱいいっぱいになりながら毎日やってました。今回ね、制作総指揮を取っているのがスピルバーグさんということなんですけど、どういった経緯でこのオファーが取られたんですか？最初に大まかなストーリーとかプロットが送られてきて、クリエイターの方から過去の作品を見て、ぜひこの役をやってほしいというお手紙をいただいて、お手紙で、そうですね、同時にオファーをいただいて、でプラスその制作総指揮のスピルバーグさんとは以前、ある映画を企画してて、ギリギリで結局撮影には入れなかったんです。延期になってしまったんですが、その、スピルバーグさんからプロデューサーさんの方に、推薦をしてくださったというのを伺って、これはやるしかないと。嬉しいでしょうね。何かありまして引き受けていただいてありがとうございました。そのスピルバーグさんと現場でなんかこうやり取りとかこう話し合ったりとか。今回はですね、現場に来られた時は僕出番がなくて会えなかったんですね。でも脚本家の方を通してこちらがこう質問とかアイデアを出すと、それは変えてもいいよと、これはスピルバーグさんのこだわりだから変えないでくれ、このセリフだけはこのまま言ってくれと、そういうキャッチボールを脚本家の方を通してやっていたというセッションでした。今回は拝見させていただいて1話でね、もう始まってすごく丁寧に進んでいくんですけど、10分ぐらい経ったところでわしづかみのことが起こるじゃないですか。もうぜひね、日本の皆さんにもご覧いただきたいと思うんですけど、真田さんから改めてこの作品の PR をお願いしてもよろしいでしょうか。さまざまなテーマとかアイデアが盛り込まれていて、いかにもスピルバーグさんのチームらしい題材なんですが、全てはその人間ドラマ、家族の物語に集約してくる
という、SF と人間ドラマの融合といいますかね、その辺を楽しんでいただけるとありがたいと思います。なるほど、こうして見てると本当に、未来の話なのでちょっと不思議なシーンが多いんですけども、真田さん撮影されてて何かこう印象に残ってるシーンとかセットとかなんだこれと思ったようなシーンってありますか？はい、まずやっぱり登場シーンがですね、いやあれはあれはそうね、藤尾さんご覧になったらね、びっくりすると思う。クリエイターの方がドラマ史上最も衝撃的な登場を用意したからっていうんで、なんだろうと思って読んだら、ほぼね、ああいう形で、そうなんでで、そのワンシーンのために非常に贅沢なセットを組んでいただいて、なんて言うんでしょうね、もうさすがはスピルバーグチームという、それでまたそれを撮る照明部さん、撮影部さんの技術の高さ、映像美といいますかね、その中でパフォームできるという、喜びに、浸りながら仕事ができたというのは本当にありがたいと思ってます。充実感でいっぱいでしょうね。充実感、今となっては充実感ですけども、撮ってる時はもう大変ですか？いっぱいいっぱいですね。台本が上がってくるのもギリギリなんですよ。そうなんですか？で、日々こう変わっていく。そうなんですか。はい。変わるたびにその色が変わるんですね。海底ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、7色ぐらいになって、で10日間ぐらいで1本撮るんですけども、終わるまでにそれが2周する。レインボーカラーが2周する。毎朝チェックしていかないと、その日のセリフも変わってたりする。混乱しますよね。日本語でも多分いっぱいいっぱいになると思うんですけど、それが全部英語なので、もう毎日毎日受験生のような気分。とても使いそうですもんね、本当に。しかもそこに感情を乗せてするわけですから、改めて本当に真田さんってすごいチャレンジをされてるんだなって。なんでしょう、そのモチベーションはどこから来るんですか？どうなんでしょうね。もともと逆境に燃えるタイプではあるんですけども、そうなんですね。何かそういうところに自分を放り込んで、そこでもがいてる自分を楽しんでる自分がいるんで、もう一人かっこいい。なんかでもそんな真田さんでも帰ってこられると平野レミさんのお料理を食べられるって本当なんですか？お宅へお邪魔して料理をよくいただいてありがとうございます。先生さん、うちに来るんだって倒れないからね、ちゃんとね。本当に美味しいですよね。本当ですよね。楽しいし。じゃあパン粉かけてるごっくんコロッケとか召し上がってるんですかね。撮影的にはもう結構進んで、もちろん全部。もうでも撮り終えてですね、そうなんですね。アメリカではこの夏の目玉と言われてオンエアが終わったところなんですけども、いよいよ来年上陸ということで、スタッフキャストを代表してお披露目に馳せ参じたという次第でございます。いいですね。日本でもじゃあ見られるんですね、これから。そうなんです。真田広之さんがご出演されますスピルバーグ制作総指揮超大作海外ドラマ「エクスタント」来年4月放送予定です。ぜひお楽しみに。お楽しみに。いや、まだまだね、ちょっとエクスタントの話も聞かせて。本当ですよ。でももう時間もあれなんで、スペシャルメニューの方そうなんですよ。もうね、ドラマのことも聞きたいんですけど、やっぱり真田さんご本人のことも聞きたいということで、こちら行きましょう。真田広之のすべてが知りたい。私今回ね、真田さんのことを知りたいと思っていろいろ箇条書きしていったら、なんとですね、すごい数になってしまったんですよ。このぐらいになってしまって。すごいですね。この中で、だから真田さんにもう引いていただいて、その質問に答えていただきたいと思います。さあ全然断っていただいて結構です。僕はもうエクスタントの話だけしたいんで、もうどんどんやりたいんですけど。じゃあちょっと一杯いただいて。いいんですか？あ、これお酒じゃないんですね。お酒好きなんですか？いや、なんかこうね、飲みながら本音を吐くには。ありがとうございます。いいですね。楽しいですね。じゃあもう上から行かしていいですか？もし答えにくかったら、これは無理ですって言って、その質問を美智子さんに聞きますんで。パスもありです。パスしてください。こういう感じです。自分の中で天気になってます。作品が気になります。これはですね、それこそレミさんの旦那さんでいらっしゃいます和田誠監督の麻雀放浪記という映画があるんですけども、これはやはり僕にとっては大きな転機でしたね。子役から始めて、再デビューの時にアクション
にこう突き進み、そしてやはり俳優としてアクションを身につけるというのが、ね、子供の頃の夢だったので、お芝居だけの作品もやっていきたいという時に出会った作品で、もう本当にありがたいことなんですけども、そうでしたよね。なので本当にそうですね、これは麻雀放浪記。僕映画館で見ました。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。もうモノクロのね中でこう悲しさがもう溢れててすごい覚えてます。ありがとうございます。ご共演の大竹しのぶさんが今。失礼しました。こたつで一緒になってしまう忘れられない思い出してます。しおりさん帰ってきてください。すみません。掘り込めるって思った時に掘り込むのがすごい好きなんでどんどんお願いします。でもそういう意味ではその和田誠監督の作品でご一緒してるんですよね。直接共演はないんですが、はい。怖がる人々ね、オムニバス映画の中の一話でね。ね、違うオムニバスでしたけど、一つの作品にね、どうもその説明もったいないのかし続いてのはい、よろしくお願いしお願いします。ます。なります。俳優じゃなかったら何をやったあ、聞きたいですね。これはですね、想像がつかないですよね。そうでしょうね。本当に物心ついた時になんかこう学校より先にセットで育ったという感じがあって、なんかもうそこへ行くもんだというのが子供の頃にも植え付けられていてというか、他に想像ができなかったんですよね。なのでこれは何とも言い難いんですが、先ほどのだし巻きを食べた時にですね、こんなのが作れるようになれたらいいなって思ったので、腕磨いてちょっと板さん目指してたんですね。料理人に今日提供してくださったヤゲンボリさんすぐ連絡しますんで。いやいやいや。本気なら。最初はゲンボリさんそうのですか。そうですよね。弟子入りします。そうですよね。ありがたいです。仕事に溢れたら弟子です。ありがとうございます。さあそして実はですね、今回町の皆さんに真田広之さんへの質問を伺ってまいりましたので、VTR ご覧ください。すごく寡黙な、なんかストイックな方っていう感じですね。なんか自分の演技をなんかとことん追求してるのかなというイメージを持ってました。ハリウッドでお住まいということなんですけど、オフの日はどのように過ごされて満喫なさってますか？海外に出てみて、改めて知る日本の良さというところはどこでしょうか？かっこいいからよく、はい、見ています。旦那様とどちらが？真田さんです。お料理とかはされてるんでしょうか？いろいろ質問ありましたけども、まずじゃあオフの日。オフの日、そうですね。これは宿題のあるなしによって違うんですけども、宿題というかですね、その撮影中はやはりオフの日が唯一の覚えるとかレッスンをする貴重な時間なんですね。でも、何も本当にない時はですね、自然に触れるのが好きなので、海とか山とかいろいろその周りに幸い環境があるので、そういうところでリラックスをしてリフレッシュをしてという、なんかぼーっとできるようになってきたですね、最近。前はなんか何かやらなきゃって焦ってたんですけども、ぼーっとしないと集中もできないっていうのをやっとなんか覚えてきたような感じが。さすがの言葉。勝手なイメージですけど、海辺でね馬なんか乗ってやってらっしゃるのかなって思ったんです。それもありますけど、ででももっともうぼーっとだらーっとしてますね。ロサンゼルスのビーチとか、ああいうところにも行かれるんですか？行きますね。ぼーっとしに行ったり、あと釣りをしたり。釣りもされるんですね。数少ない趣味の一つなので。あと海外に出て知った日本の良さはという質問もございましたが。はい。これはですね、向こうでも本当にケアはしてくれるんですが、先ほどのおもてなしじゃないですけども、やはりそういったところが、日本は本当に優れているし、自慢したいところだし、あとはこの日本の、歴史も長いですから、その文化というか
伝統が非常に誇れるものだというのをね改めて、ただやはりそのいかに自分がそれをしっかり学んでこなかったかというのを向こうに行くと感じるんですよね。向こうの方が日本人に求めるのは日本人らしさだったりするじゃないですか。それでその自分が日本のことを知らないと本当に恥ずかしいし、逆にちゃんと伝えられるために、向こうに行ってからまた勉強し直すということが多いですね。エクスタントの中にもちょっと和風テイストが入ってるのかなっていうところありますよね。はい、あれは1話の監督がですね、やはりせっかく日本生まれの日本人ということで和洋折衷をしたいと。なので、和モダンというんですかね。和モダン。家具も部屋の感じも含めて、で衣装も、着物に見えるけどガウンのようなという、その折衷案をお互いにこう意見を出し合って、醸し出した雰囲気といいますかね。じゃあ真田さんの意見も中に入っているわけですね。入ってますね。部屋にこう一文字習字でこう書いてほしいっていうのがあったんですけど、その文字が、何がいいかというのも聞かれたりですね。でいくつか案を出して、その中の一つを監督がデザイン的に好きなやつを選んだという。採用されたんですか？はい。調和という平和の和という。ぜひねチェックしていただきたいですよね。監修も入ってるわけですね。真田さんの。最後の質問で料理はするんですかという質問もございましたが。はい。これから弟子入りするっていう話です。そうです。それでもお食事ってどうされてるんですか、向こうでは。現場ではずっとそのケータリングのご飯ですし、自分で作る時はですね、なるべくシンプルにもう野菜とか鶏、魚中心のヘルシーメニューといいますかね、シンプルにしておくと。でもやられるんですね、ご自身で。結構好きですね。ある意味その気分転換になるじゃないですか。一切他のこと考えずに集中して理想のその味を追い求めて作るという。するとなんかこうリラックスもできるし、かつ楽しめるという。いっぱいお答えいただいてありがとうございます。お時間。そうなんですよ。オーナー。花さん残念ながらも初めてになりましたね、お別れが。今までいろんなゲストの方をしたいって送ってきたのに。さあそれでは真田さん、かっこいい大人は〇〇であるに当てはまる格言をちょっともう最後に頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、真田さんの格言発表の前に我々からの大事なお知らせです。顔が私のなんかハートがないんだよ。ハートどこに？多分真田さんが盗んでくれたんじゃないですか。ハート泥棒古っ。勘弁してくださいよ。私もちょっと抜け殻ですよ。ちゃんとしてくださいよ。二人ともプロなんですから。もうあくびすんなっつってんの。生放送ですよ。あれ欲しいでしょ？そうなんです。格言。はい。お願いします。こちらです。ください。綺麗な字。そうです。これいただきました。真田のさん。いや文字までかっこいいですね。本当ですね。これ流れ通り高田純次さんの横に貼らせていただきました。やめてまたに一物の横はやめて。お願いしますよ。いやすごい綺麗ですね、バランス。はい、素敵なお言葉いただきました。ドラマも絶対見ましょうね。ね、ぜひご覧いただきたいと思います。